実験大好き MNL です。今回はアマチュア無線、今何が楽しいのか。今年2001年夏版ということで、今の季節暑いですよね、ものすごく。それを含めまして何が一番楽しいのか、私的に何が楽しいのかっていうのをね、ご紹介させていただければと思っております。あくまでも前提条件ですけど、ゲノレベルの無線化のあくまでも休日のみの軽い運用、内容につきましてもできるだけお手軽なものをね選択しております。ローカル局のね、ご意見も参考にしながらね、いろいろと厳選させていただきました。でまず一番ねご紹介させていただきたいのが、この暑い夏夜中をね涼むっていうことで、短期間のね屋外運用どうですかっていうことで、低軌道の FM 人工衛星のワッチどうかなと思ってね、ちょっとご案内させていただいているような形です。低軌道のね FM 衛星、もう10年ほどぐらい前に一時期ブームになったっていうんですか、特別ね難しい技術もなくても簡単に送受信できるっていうことでね、10年ほど前話題になったかと思います。この低軌道の FM 衛星、調子といいもの悪いものがいろいろと混じっているっていうのがね難点になっております。 SA50 とか AO9192 がねちょっと前にね故障してしまって今使えないような状態になってます。 AO27でちょっと私はあんまりしたことないんですけどね、 PO101 も調子がいいよっていうのを聞いてるので、これぐらいのやつ、思いで大体こう3種類よく皆さん出られてるって聞いてるんですけどね、3種類のね FM 衛星が元気よくまだ動いてるような形です。まずはね皆さん受信から始めていただくのがね一番お手軽かと思います。まず受信だけでしたらね、衛星からの信号こうね受信だけでもワクワクされる方もね多いんじゃないかなと思います。実際にね地球のその地平線から上がってきた時にふわーっと信号が上がってくるんですけどね、だいたい地平線に上がる前っていうのは動いてないことが多いんですけど、やはり日本の近くになりますと、ベテランの OM さんがねアクセスして動かせるような状態にしてありますのでね、ふわーっとこう信号が上がってきて、ふらふらしてるんですけどね、ワクワク感満載じゃないかなと思います。FM ね衛星独特のルールっていうのがありますので、これもねちょっと把握していただいた方がいいかなと思ってます。アマチュア無線の基本っていうんですか、やっぱワッチして慣れていただくことがね一番重要じゃないかなと思っております。ソフトにつきましてもねいろんな種類があるんですけど、私はね軌道計算というソフトを使わさせていただいております。こんな形でね登録している衛星がこう画面に出てきて、今この辺飛んでますよっていうことでね、ワクワク感満載のねソフトになっております。 FM 衛星の方はね1曲だけしか使えない、他の曲はね出ることができませんので、1曲専用というところで、基本 QSL っていうのは 59QSL で終わっちゃうっていうような流れになっております。ベテランの方っていうのがおられますので、その方をキーにしながら皆さんがねお呼びしているようなパターンも結構多いっていうんですか、意外と C 級の乱立よりもこういうベテラン局の方をね直接お呼びしているような方も多いような形になってますので、この辺がねちょっと独特のルールになってるんじゃないかなと思います。で実際ねどんな設備が必要なのか、受信だけでしたらね本当に144、430メガのハンディトランシーバー、これだけでしたらね付属のアンテナでもギリギリ、ちょっとギリギリですけどね、ギリギリでね受信できるんじゃないかなと思います。結構受信だけはね本当にお手軽になっております。実際に QS をしようと思いますとどんな設備がいるのかって、この辺もね解釈いろいろと難しいとは思うんですけど、実際はね144、430メガのモービル機があると便利がいいですね。できれば出力の方もね 10W からできればね 50W ぐらいまであれば比較的ね低利得なアンテナでもアクセスできるような形になっております。同時にね送受信ができれば自分のアップリングした信号がダウニングで聞けますので、これがね一番あるべき姿なんですけど、結構ね私もそうなんですけど簡易的にやったりする場合とか、最近流行ってますね IC705 でも結構多くの方がアップリングだけしかしてないとダウニングは聞けないんですけどね、多分アクセスできてるだろうみたいな形で結構ね705からもね運用している方多いんじゃないかなと思います。でもう一つね問題になりますのがトーンが必要やと。普通 88.5Hz のレピーターアクセスのトーン皆さんお使いだと思うんですけど、実際人工衛星タイプによって何種類かあるんですけど、先ほどねご紹介した上3つは 67Hz トーンがね乗ってるやつはいいんですけど、私もね何台かある無線機で乗ってないやつのが多いっていうんですか、88.5 のレピーターオンリーしか乗ってないっていうちょっと古い無線機が多いんでね、このトーンがないような状態でも実際のところはね日本上空まで来ますとどなたかがアクセスしてますので、1回衛星がオープンしますとしばらくの間はね
トーンがなくてもずっと開きっぱなしになってますので、別にこのトーンはあるに越したことはないんですけど、実際はねなくてもそんなに問題はないんじゃないかなと思います。できればね 10W ぐらいでねされる場合ですと、3L ぐらいのヤギがねあれば楽じゃないかなと思っております。でこれがねいつも私が使っているシステムになります。屋外が中心なんですけどね、2mが3入れですね。で430が6入れだったと思います。でトランシーバーの方がねちょっと端の方でもなくちゃいけないんですけど、モービルのトランシーバーはよく使っております。一応 10W しか出ないんですけどね、それに対して下の方に生で蓄電池ですね、シールドバッテリー、もともとね817とかで移動運用に使ってたやつだったんですけどね、それをかましているような形です。本当に手の込んだ方でしたらね、こちらの方にハンディ機を直付けされて、メモ帳もここに付けられてますね。結構持ちながらしててねすごいなと思うんですけど、私もねやっぱコードサインピックアップしたりするときにメモ帳がないと忘れたりすることがありますのでね、私はこういう形で三脚、これもともとはカメラ用の三脚なんですけど、カメラ用の三脚をね下に立てながら、角度の方を2回か3回ぐらい変更しながらね、それぐらいの周期の常時はね半固定の状態で使っております。これがね一番私的にはね楽ちんなんで、この方式をねいつも屋外では正として使っております。このアンテナの特徴はね、使い終わりますと 2m のエレメントが実際はね 2mm のアルミ線で使ってますので、ふにゃっと曲がりますので、畳んで片付けができるような形になっております。アンテナの方も YouTube の方で紹介しておりますので、紹介欄の方にね URL 貼り付けておきますので、ご関心ある方はね是非とも見ていただければと思っております。やってる時の私的なコツなんですけど、やっぱ地平線ギリギリは無理ですね。このアンテナですとだいたい地平線から都市部の、いつもね私公園からやってて周りは見渡せるんですけど、それでもやっぱりね実際10度とかそんな角度ですと何かありますので、通常ですね地平線30度から60度ぐらいが勝負どころかなと思っております。90度もぐらいまで来ますとね、結構力尽きる表現っていうのもあれなんですけど、実際はね電源事業の状態とかで結構衛星がね自動的にパワーシャットダウンしたり、場合によりましたらね渾身等なんでしょうかね、なかなかアクセスできなくなりましたので、気分的にはだいたい30度から60度ぐらいの間がねいつも勝負どころっていうことでね、短時間の戦いですけどね、これぐらいのね間でいつも QS をしているような形になっております。小型のヤギが推奨されてて、やはり長年されてる方はね結構小型のヤギ使われてる方が多いと思います。でただね、私のローカル局は仰角30度に傾けたモービルホイップがいいよということで愛用されております。要は30度傾けてるっていうのがポイントになっております。周りが開けてないと人工衛星が見通せませんので、ちょっとでも建物がありますとダメですので、やっぱり開けたロケーション、これが重要になってるんじゃないかなと思います。で私の場合はねもうマンションの方も首突っ込んでも若干は開けてるんですけど、もう周りマンションだらけです。もうやってもあまり面白くないので、通常はね車でやっぱりちょっとした見晴らしのいいとこまで移動して、こう角度の変わる機台、これを取り付けて、同時だいたい30度ぐらいに傾けられて、要は衛星がちょうどいい感じになった時に届くような形でね、このアンテナを使ってね結構成功されている方もおられます。その代わり若干なんですけど、ヤギに比べますとアップリング、こちらの方がやっぱりできればね 10W じゃなくて、50W ぐらい入れてた方がいいよとは言われてるんでね、この30度に傾けるホイップアンテナのね場合は若干アンテナのゲインが足らなくなりますので、パワーで補う必要があるんじゃないかなと思います。深夜は少ないと、皆さんだいたい22時ぐらいまではね結構出ておられるようなんですけど、さすがに0時回っちゃいますとねアクセスする方も少ないですし、時々やっぱりね衛星がうまく動かない場合もあるみたいなので、やっぱり深夜帯っていうのはね運用されている方が比較的少ないような傾向になっております。こうやってやっていきましてね、地平線ギリギリが最も遠くまで電波が飛びますので、海外とのね交信も容易になってきます。かなり大型のヤギになるんですけどね、7入れ8入れぐらいのヤギをね持参されて、要は水平線に飛んでるギリギリの衛星をね使ってね長距離通信を楽しまれているね局長さんもおられるような形です。でそれで私みたいにね比較的角度の高い時だけしかやらない人間もおれば、ギリギリを狙って同じ衛星なんですけどねできるだけ遠方に届かすっていうねテクニックを駆使している方も結構おられるような形です。衛星通信やってみまして面白かった点ねまとめさせていただいております。やっぱりチャンスはね、あくまでも私の場合ですけど、だいたい5分ぐらいがチャンスかなと思ってます。5分過ぎるとやっぱり逃してしまったなみたいな形でなかなかアクセスできなくなるのでね、この5分をねいつも大切にしております。で人工衛星はね結構な魔物やと、
先ほどまでねうまくいくのかなと思ってたのが、次の周回回ってきたりしますと、なんか全然動きが変わってくると。でアンテナの向きも違うのと、あとはやっぱりバッテリーの充電状態も異なってきますのでね、人工衛星っていうのは日々毎週状態が変わってくるっていうのもね、やってみると面白いなと思っております。でやっぱり独特の文化、これはね、ちょっといろんな文化はあると思うんですけど、一つの周波数をやっぱり占有して使うっていう意味合いで、リードする方がいないとなかなかこう上手にマイクが回ってこないっていう感じがありますので、やっぱりねちょっと特別な文化があるかなと思うんですけど、決してね初めての方を否定するようなことっていうのは全然されておりませんのでね、ぜひともねこの独特の文化っていうのもね、人工衛星を使った通信の効率アップという意味合いではね、十分意味がある文化じゃないかなと思っております。暫定な時もあると。要はこれ生もんなんでね、できるかなと思ったらほとんど何もなしにそのまま衛星通っていったり、ちょっとだけ一瞬開いてそれっきり開かなくなったりとかでね、結構全くけどQSO に至らないっていうことも結構あるんじゃないかなと思います。またそれがね、それで結構面白いのがね、衛星通信じゃないかなと思います。ネットや YouTube 見ていただければ結構紹介されている方おられると思います。一応ね、参考資料ということで紹介欄の方にもね URL 貼り付けておりますけどね、できればねそういう情報を元にしながらやっぱりワッチしていただいた方がもうはるかに早いと思います。衛星の軌道の計算と、あと周波数が重要ですので、この周波数ね、私よく間違ってアップリングとダウンリングの周波数が430数メーターってね、この衛星によって違うんですけど、これを間違って逃すっていうこともありますので、やっぱりこういうところはねしっかりとできれば紙かなんかに書いてた方がいいとは思うんですけどね、衛星の軌道の方向と周波数をよく掴んだ上でね、ぜひワッチなりしていただければと思います。であともう一つは、私がね今ハマっていることが、カスカスの信号、ボロボロアンテナで受信してる、これが結構私的には遊べているような状態になっております。 S メーターがやっぱり触れないカスカスの信号を受信すると、夏は特にね UVHF 帯異常電波が多い傾向ですので、50メガ430メガワッチしますとね、結構楽しい瞬間があるんじゃないかなと思います。今の VUHF 耳でワッチしてもね相手がほとんどいない、これが残念ですね。なかなか SSB 聞きましてもね、局長さんおられないような傾向です。皆さんねやっぱりデジタル通信FT8 の方に移行されているというか、 FT8 の方に退避されているような形のが多いんでね、デジタル通信ですとね結構遊べるような状態になっております。デジタル通信のねこの FT8 のメリットなんですけど、多数の曲がもう同じ周波数に多数の曲がねワッチしてますので、そこをずっと聞いてますとコンディションの変化っていうのがもう 100% 把握できると。同時にね50曲ぐらいは更新できますので、そういう意味合いではねその周波数だけワッチしてたらいいので、怠けながらワッチができるというところがね優れているような形になっております。デジタルの利点なんですけど、当然ね耳で聞かずにパソコンで見ますので、若干ね確認のために、普段からちょっとスピーカーに漏らすっていうことはあるんですけど、基本はね無音でワッチすることができます。耳に聞こえない信号、もう全く聞こえなくてもね信号がね見えてくると。ネット上でね、自分が C キーとか出しますとどの辺まで到達したのかっていうのがねある程度インターネット上でデータが上がってきますのでね、コンディションも基本的にそういうような状態でね簡単に把握できますので、結構ねそこがこのデジタルのね利点じゃないかなと思います。で実際ね使っておりますアンテナが、50メガの V 型ダイポール、こんなアンテナですよね。本当の 1.5 メーターしかないもの、これをいつも車に積み込んでるんですけどね、これ使ってワッチしておりますけど、結構ねノイズがある時はもう全く面白くないんですけど、ノイズレベルが低い時はね結構スキャッター含めて遠くの、中距離の曲がねダラダラ聞こえてるんでね、意外とやってみると面白かったです。144メガ4分の 1GP、 これもう何回も紹介してるやつですけどね、一応自己満足のためにラジアル8本取り付けております。なんか似たような形ですけどね、某アローラインさんのやつのラジアルをちょっと増やしたようなイメージで作ったやつなんですけどね、もうこういうようなしょぼしょぼのアンテナで出ております。このアンテナの特徴なんですけど、地上高がね低いと飛ばないんで、これ実際はねショッピングモール街の屋上なんですけど、さらにねここから 5.5 メーターの追材の先端につけますと、これがね思った以上によく聞こえてくるというんですか、私も驚いてるんですけど、意外とねものすごくよく聞こえてくるので、気に入ってね小型のアンテナを目いっぱい伸ばした状態でね楽しんでいるような状態です。ボロアンテナのメリットなんですけど、先ほど見ていただいたより設営がものすごく簡単やと。もう設営時間だいたい5分ぐらいで終わりです。撤収も5分ですのでね、全く手間にならないと。
であとはね究極の自己満足やと、自分の作ったもんですね、自分の範疇で全てやることですから、本当ね先ほどお見せした4分の1ラムダのラジアル8本なんか自己満足の典型やと思うんですけどね、なんかね自己満足が楽しいでたまらないような状況です。アンテナよくすればもっとね 3A 4A 6A ぐらい持っていかれる方も多いと思うんですけど、あくまでもねダイポールだから面白いみたいな形でね、今のところはもうダイポールにこだわっているような形です。手軽に自作したもの、改良も簡単ですので、使いながらね V 型のダイポールでもね横に倒しますとこう V でなると若干指向性が出るっていう話もありますので、指向性出してみてもいいのかなとか思いながらね、同じダイポールでも今度はね寝かしたような V 型で指向性を出そうかなと思って、来年はねちょっとそれを試みようかなと思っております。個人的に思っておりますロケーションの方なんですけど、反射荷の多い場所がね結構楽しい場所やと思っております。意外とね反射荷が多いとヤギアンテナ、スタックとかね多段 GP と言われているもののねメリットがあんまり出てこないっていうんですか、基本ね反射荷の多いところの方がシンプルにねアンテナの精度が最大に発揮される傾向がありますので、個人的にはねわざわざ反射荷の多い場所探していっております。やっぱ地上高高いところに移動するのがもうめんどくさいっていうのもあるんですけど、できるだけね地上高よりも開けた場所にね極力行くようにしております。噂の場所、この辺が難しいんですけどね、例えばローカルサンタにあの辺よく電波飛ぶんだけどなっていうところが結構あるみたいなんですよ。ぜひともねこの辺はローカルさんに聞いて近場の川の土手とかなんかそういうところにねあるかもしれませんので、そういうところでねやられると面白いかもしれません。お手軽な場所です。私は結果的に一番多いのがもう買い物ついでに行ったところの駐車場ですね。買い物ついでに行った駐車場の屋上から楽しむのが一番このスタイルに合ってるんじゃないかなと思います。あんまりね高い山まで行くようでしたらもうちょっと装備しないと面白くないっていうんですか、普通でしたらね7エレか8エレぐらいのスタックとか6メーターでもね5エレ6エレぐらい上げちゃなんと面白くないなと思うので、実際にね大阪近辺から5エリアとか、0とかね9とか1ぐらいまではね結構このボロボロアンテナでも50メガ2メーターでもねほんと信号レベルは弱いんですけど FT8 でしたらこのボロボロアンテナでも楽しめてるような感じです。今回ちょっとまとめさせていただきます。ネットでいろいろと情報収集することも重要なんですけど、新鮮なね気持ちで受信を楽しむと、意外と受信だけっていうのもねアマチュア無線は更新しないと面白くないっていう考え方もあると思うんですけど、まず受信からね背伸びして楽しむっていうのも面白いんじゃないかなと思います。微弱なね電波にはやっぱり神秘性があると、 S メーターガンガン振る信号にもね面白みってあると思うんですけど、やっぱかすかした信号っていうのもねなんか聞こえてくるだけでもワクワクするんじゃないかなと思ってますのでね、ぜひともねこの神秘性もねアマチュア無線の楽しみの一つだと思います。この微弱な定義にはもうやっぱ人それぞれっていうんですか、正直言って設備に完璧に依存すると思います。私みたいなしょぼしょぼな設備だから面白いんであって、もう少しねいいタワーいいアンテナもうちょっと出力のある方から見ますとこれぐらいも当たり前だと思うんですけどね、そういうところも受け入れながら、自分なりに楽しめたらそれでいいんじゃないかなと思っております。おさらでお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。